巨人が出てくるアニメを見た影響か。ミニ四駆を壁の外で走らせたい欲が高まった。とりあえずノーマルのまま壁外走行に出てみたけれど、何の成果も得られなかった。ので、外でも走れるマシンを開発することにした。開発コンセプトは、既存のシャーシを無加工で拡張するユニット式。地上高を高くする。高いギア比でパワー重視にする。こんな感じ。というわけで開発を開始する。まずはギアの配置。本来ホイールがつくはずの位置にピニオンギアを置く。そこから2段ギアで減速する。と同時に出力の位置を下げて地上高を稼ぐ作戦である。ちなみにギア比は70対1くらい。さらに4輪すべてに同じ減速機構を搭載することで、左右のホイールをシャフトで繋ぐ必要がなくなり、シャーシ下の空間を大きく取ることができる。そして前後を繋ぐサイドメンバーと、左右を繋ぐクロスメンバーを作る。これらの部品を交換することでホイールベースが長いシャーシや、ワイドトレッドシャーシにも装着できるようになる。というわけで 3D データ完成。3D プリンタで出力中。ここからは組み立て。まずはホイールに、ベアリングを入れて、タイヤを装着。次に六角シャフトを、約 11mm に、切断。3D プリンタ製のギアに、六角シャフトを挿入し、ミニ四駆のギアを装着。×4。次はこの部品に、ハトメと、ベアリングを入れて、先ほどのギアを乗せ、タイヤを装着。×4。前後輪の間に、サイドメンバー装着。×2。クロスメンバーを取り付けて、オフロードユニット、完成だ。と言っても上に乗るシャーシがないとただの台車状態。駆動チェック。よし。冒頭のスーパーワンシャーシと合体させてみよう。タイヤを外して、ユニットに乗せる。シャフトを通して、ギアをつければ、スーパーワンオフロードバージョン、完成だ。ボディはトライダガー X。テスト走行。ノーマルでは走れなかった枯芝だけど、余裕で走破している。こっちはどうだろう。おお、ガタガタだけどなんとか走れている。もっと色々なところで走らせたくなってきたぞ。近くの公園に行ってみよう。落ち葉と雑草と土の大地で走らせてみる。おお、なかなか良い感じ。でかい落ち葉や雑草も大丈夫そう。あ、そっちは崖。下り斜面も試してみる。これも問題なさそう。おー、なんとか持ち直したぞ。重心を下げれば転がりにくくなるけど、地上高は高くしたいからバランスが難しいな。というわけで良い感じに仕上がったのだけど、せっかく色々なシャーシに装着できる設計にしたので試してみる。全部のシャーシにつけるのは大変なので、いくつか抜粋して。MS シャーシオフロードバージョン、完成だ。MA シャーシオフロードバージョン、完成だ。MS や MA はスイッチの都合でリアクロスメンバーを省略している。スーパー X オフロードバージョン、完成だ。トラッキンのシャーシオフロードバージョン、完成だ。TR1 シャーシオフロードバージョン、完成だ。さらに、GP1 オフロードバージョン、完成だ。市販シャーシだけじゃなくて自作シャーシにも付けられる。走らせてみよう。左右の駆動が独立しているので、回転差による旋回も健在である。画面ではわかりづらいけど結構急な上り坂。モーターは小さいけどパワーは十分な感じ。今度はスーパーワンで転げ落ちてしまった下り坂に挑戦。
転ばないように速度を調整しながら慎重に下ってみる。そろり。そろり。ゆっくりだけど良い感じに下ることができた。今回の開発では、スピードと引き換えにパワーを、そして、圧倒的自由を手に入れた。走破力の開拓もなかなか楽しいので、今後さらに性能を上げて、氷の大地や砂の雪原も走破できるようにしたい。